どうもスマッシュロック TV です。よろしくお願いしまよろしす。くお願いします。さて今回は最強アルティメットトップ10を紹介していきたいと思います。はい。お願いします。何笑ってんねん。いや、なんか、司会やってると笑っちゃうな。それさ、なんだっけ、レイジの会場の時でもさ、俺とあとラズとあとシガゾロさんでやってた時めちゃめちゃ隣で笑ってんだわ。いや、なんか違和感あるもん。違和感っていうかなんか。まあそうね、話は脱線してしまいましたが、はい、まずは前回パッチ 3.10 でラズさんに作ってもらったランキングがあるので見てみましょはい。う。どうすか 3.10。 もう結構前だけどいやー、全然違いますね。全然違う。全然違う。ディメンショナルドリフトはありえないです。他どうすか、気になるのは。全然違う。いや、本当に他も全然違う。全然違うか。ラインとバックって知らないし、俺。見たことない、ちょっと。見たことないですか。うん。まあということで、まあ、今回のランキングでは、まあ、出てくるかどうかというところで、はい、僕とラズさんそれぞれ10位から1位まで考えてきたので、まあ、順番に発表していきたいと思います。はい。それでは第10位の発表に行きましょう。はい。せーの、オービタルストライク。リザレクション。おー、迷った、あそこ。迷った。うん、リザレクションかオービタルストライクか、あとはサイファーのウルトどれかかなってぐらい。ラズさんがリザレクションを選んだ理由とか何かありますか？まあオービタルストライクでもよかったんだけど、オービタルストライクよりはリザレクションの方がインパクトあるのかなとは思って。はいはいはい、はい、なんか使えるシーンがいっぱいあるのかな。個人的に強いなって思うのは、例えばジェットとかチェンバーとかの強力なウルト持ちの人が倒されて、でもそれを起こしてもまたそのウルトを持った状態で起き上がるみたいな、あれ結構なんかずるいなって思っちゃって。あれは強いね。相当強いよね。あとはまあそれこそ使う場面が広かったりとか、人数不利とかでプラントしてウルト上がって起こして人数イーブンに戻ったりとかも全然あるから、本当に全然不利を覆せるスキルって感じがする。確かに確かにその通りです。じゃあなんで10位なんだよっていうと、まあ8ポイント必要なこととか、あとはまあ使えるシーンは広いんだけど、タイミングとかをねしっかり見極めないと、起こしてそのまま倒されちゃうとか平気で起きるからね、ちょっと難しいのがあるかなと。まあ確かに僕がまあオービタルストライクを選んだのは、シンプルに強い。強いけどまあ先打ちだと避けられちゃうし、設置後の解除阻害みたいに使うのしても、まあ割と対策されやすいっていうか、早めにリテイクされてみたいなのもあると思うから、まあでも強いのは強いんで10位ぐらいが妥当かなって感じかな。そうだね。まあなんか強いんだけど敵倒せはしないよね、基本的に。まあそうねそうね。でどかす目的とか、まあ、クリアリングとかがまあ一番の目的になるかな。そもそもそのエリアに入れなくなるとか使えなくなるみたいな強さで言うとすごい強いんだけど、それとちょっと難しい使い方になるかなとは思ったのそうねかな。次は第9位の発表です。はい、せーの、ナイトフォール。ショーストッパー。おー、ショーストッパーね、なんかちょっと個人的にね、あんまなんか得意じゃないっていうか、いやまあ自分が使うわけじゃないんだけど、ダメージとか敵倒すスキルであれば、ブレードストームとかそれこそツールドフォースとかの方が評価高いかなってイメージですね。なるほどね。ショーストッパー好み分かれるのは分かる。ラズさんがナイトフォールと。はい、ナイトフォール。まあ今そうゼタで大会で出たマップがバインドかな、でまあそれで味方で使ってもらってる感じの話ではあるんだけど、なんか索敵スキルぐらいの気持ちで使ってて、他のウルトに比べるとそこまでインパクトはないかなとは思ってます。まあ確かにブリーチのウルトと比べるとちょっと確かに強さ下がるかなってイメージはあるね。ブリーチのウルトはぶち当てたらもう突撃できるから、もう無条件でねいけるからね。でもフェード出たばっかであまり分かってないのはありますけどね。まだ研究が完璧に進んでいるとは言えないから、まあ後々ね、あの時9位にしてたってやばくねみたいななるかもしれない。ありますね。はい。続いて第8位の発表です。せーの、ナイトフォール。ハンターズヒョーリー。ヒョーリーって言っちゃった。ヒョーリー。ラスさん、ハンターズヒューリー8位ですか？ザ・ウルトっていう感じはするかな。ハンターズヒューリーだからど真ん中。
結構あれも広いよね、こう使える幅っていうか。そうそうそう、使い道がすごい広くて、ただなんか格殺できるとかそういう感じではないから、そこら辺は結構こう技術が必要になってくるみたいなところはあるけど、それこそなんだろうな、キルジョンロックダウンのアンチだったりもできるし、解除阻害もできるし、初動でねドローンからのウルトでワンチャン人数差を作りに行くみたいなのもできたりするから結構いいよね。そう、汎用性高いのがお気に入りですね。僕はナイトフォール。はい来ました。まあ理由は本当さっきのラウさんが言ってたのと大体同じで、上位互換で言うと今だったらまあローリングサンダーがあるかなと思ってるけど、音が消えるの強いなって思って、面白いよね。面白い。今までのスキルでそういう音が消える系のスキルってなかったから、パラノイアぐらいしか。実際食らってみてわかるけどめちゃめちゃだるい音なくなると。線も出るしね。線も出てサクテコンできて。続いて第7位の発表です。いきますよ、せーの。リザレクション。C か7位。 C か7位。マジか。はい。C かを選んだ理由。多分前の動画でベタ褒めしてたんですけど、シーカーをめっちゃ褒めてたね。なんかね、まあパッチの直後ぐらいからなんか音だけ聞いて全部ぶっ壊すみたいな平気でできるようになっちゃって、雑に使うと一気に一人にまとめてぶっ壊されちゃうみたいなのが起きがち。みんななんか意図的にぶっ壊すようになってるから、ちょっと使いどころが難しくなってランキングダウンです。前だったらこう、割と雑に使っちゃっても3人の場所把握できて強いみたいな感じだったけど、そうしかも真後ろついていくだけでその敵ウルト壊さなきゃいけないのに奥に敵いるみたいな。なんか縦じゃないけどこうエイムずらし役みたいなことそれもできて。そうね、今本当に結構対応されちゃいがちではある。そうだね。まあ僕の7位はリザレクションなんですけど、まあ理由はさっきのラウさんの理由とほとんど一緒なんですけど、でもやっぱそれがめちゃめちゃ強いかなと思ってて、シンプルに強いよね。まあなんか比較的リザレクションは低めなのは、政治使ってる時にリザレクション持ってると政治の戦い方がすごい制限されちゃう感じがして、そこが一番のマイナスポイントな気がしますね。ウルト持ってない時は結構デュエリスト感覚っていうか、ガンガン戦っちゃって全然いけちゃうんだけど、ウルト持ってる時はもう絶対に倒されないようにしないとあんまり意味がないっていう。ウルト持ってる。では続いて第6位の発表です。せーの。ブレードストーム。おお、かぶった。まあこの辺だよね。だよね。この辺。まあ前の右クリックで連続して使えるときは本当にぶっ壊れてた。あれはもうおかしいね。あれはマジでおかしい。今のブレードストームはすげえバランスがいいっていうか、ちょうどいいんじゃないかなっていう。ワンチャンも作り出せるし。今までと比べたら全然バランスが良くて、ちゃんといいウルトって感じがする。ウルトって感じがするよね。これは割と納得の6位。でもまあ某〇〇ダムさんとかああいう人のウルト、あとで某ナップさんとかなんとかさんねあそこら辺のウルトちょっと壊れてるなって感じがするからこの2人だけちょっとなくしてほしいなと思いますよね。はい、じゃあ次は第5位の発表に行ってみますか。はい、せーの。ローリングサンダー。ショーストッパーが5位か。ブレードストーンの上ぐらいかな。多分ランクとかだと真逆なんですけど、チーム戦だとやっぱ破壊力というか絶対突破できる感がショーストッパーって、そこかな。大会とか見てるとバインドでショーストッパーがあったらもう割とラウンド取れちゃったり、状況がもう大体有利になるみたいな感じはあるからな。ショーストッパーでそのレイズ自身が倒されちゃってもその相手無理やり突破できるってところがすごい強くて、敵でレイズのウルト上がってるとやっぱり脅威だからね。そうね、もしウルト切られたりしたらちょっと下がるしかないみたいなことになるからな。で僕はまあローリングサンダーがこの辺かなと。相手もやっぱローリングサンダー持ってるからちょっと下がっとこうみたいな、引いたり逆に前目でもう潰しに来たりでまあ割と対応はそんなしづらくはないのかなと思ってるけど、まあシンプル強い。シンプル強いね。シンプル強い。ウルトが上がってるだけでね、ラウンド取れる確率上がっていくのがすごいわ。もう右上のブリーチがなんか光ってるだけで右リチ明かす右リチ明かすっていう。続いて第4位の発表です。はい、せーの。ツールドフォース。ツールドフォース4位。4位。あんだけ
チェンバー大好きなラウさんなんで、チェンバー大好きでツール・ド・フォース好きアイマットのも4位かなとは思うけどね、守りが最強なのは間違いないんだけど、攻めでちょっと難しい使いづらいところがあって、攻めオペ自体がそもそもチェンバーが持つと他にエントリーできる人が少なくなっちゃうみたいな。今ジェットがジェット減っていくメーターの中でチェンバー突撃させるチームが増えて、でそのチェンバーがウルト持ってると、なん誰行くのみたいになりがち。あと倒すとスローがまき散らすから、そのままとかとかって攻めるのも難しくなったり、手前でこうピック取ってもその倒したせいでこう自分たちの足元にスロー出ちゃってみたいなのが結構ありがち、結構あるね。特に本当に攻めだね。攻めの運用が難しいってところ。確かにそれ考えると4位くらいなのか。いや深くは言わないですけど、ちょっとみんな押した方がよかったかな。で僕は4位シーカーなんですけど、結構やっぱシーカー雑に強いの強さが結構他のスキルよりも簡単かなと思って。確かに開幕速攻ウルト打つとかはほとんどもうやるのが難しくなったけど、2,3 人削り合った後にもシーカー出したらどっちのサイトに何人いるかがもう一瞬で分かっちゃうんで、それでもうバッてラウンド取れたりっていうか、サイトを制圧してみたいなのもできたりとかもして、この辺りかなって僕は思いましたね。こっからトップ3。これどうなるかな。でもあれとあれとあれが来るのは分かってるな。あれとあれとあれ。じゃあ続いて第3位の発表です。せーの、バイパーズピット。かぶった。ここはここかな。出せたら強いけど出すタイミングは難しいみたいな。難しいね。先はサイト取ってバッて出しちゃえば割とどうにかなる。あれだね、そもそもサイトに行けるかどうか問題だよね。そうね。相手がバイパーズピット持ってるからもうサイトには入れさせないぞっていう気合で相手が来たらそれに対応するのもちょっと難しいみたいなところもあるし、守りもね、ラウンド始まってすぐ切っちゃうと、相手こっち側でウルト切ってるからじゃあ逆攻めようみたいなのもあるし、もったいぶって残しておくといつまでも使えずダラダラとラウンド過ぎちゃうってこともあるけど、だとしても強いよね、やっぱあるとね。めちゃめちゃ強い、これがあるだけだって自分がハンドガンとかエコラウンドでワンチャンあるっていうのが強い。本当に特にプラントもしできちゃったりしたらもう、ね、プラントできちゃってルートたけちゃったらもうクラシックでも全然勝てちゃうから。全然勝てちゃう本当に。もう一番最悪なのはその中でショットガンとかで待たれたらもうマジで地獄。ゲームやめちゃうよその人。ゲームやめちゃう本当に。続いて第2位の発表です。せーの、ローリングサンダー。そうよね。分かってた。分かってた。いや俺ね、ツールドフォースのね、やっぱ俺2位に入ってくると思うんだよな、今のなんか。でも正直これね、ツールドフォースだけの強さじゃないんだよな。ランデブーとツールドフォースの相性があまりにも良すぎる。いや分かる。ちょっとスキルランキングみたいになってきちゃうけど、合わせっていうかウルトっていうか、コッキング早いし足当てて150で倒せるし、見つけたと思ってもパッて逃げられてまた違うところでやられるしみたいな。確かにランデブとセットなのはそうだね。世界大会見ててもなんかもうツールドフォース強くねっていう。いやもう起動してるだけでもうやばいカチコチになるというか、もうインパクトすごいよね。どこにいるんだあいつみたいな。特に個人的に印象残ってるのはそれこそラズのツールドフォースとかオプティックのイェイのツールドフォースとか、持ってるだけで熱すげえなっていうなんか起こしてくれるんじゃねえかっていうのをね、やっぱ見ちゃったからね、骨入れてきちゃったな。でもラウスさん第2ローリングサンダー。ローリングサンダーです。汎用性の高さとかブリッジのルートが上がってるだけで配置が崩れるところとかな。攻めでも守りでもそのローリングサンダー帰ってくる前提の動きとかしないといけなくて、でもリテイクでももう全部のスキルをこれで返せるみたいな。ポイントをかき集めたいよね、ブリッジね。かき集めたいね。とりあえず上がってる状態かその打ちまくるかどっちかしたいっていう感じがする。ブリーチが出るマップ、それこそヘイブンとかあとはフラクチャーとかかなとかだと、どのチームもやっぱりウルトポイントスタンプラリーっていうかいろんなとこのウルトポイントをとりあえずブリーチに集めまくってブリーチのウルト一生回すみたいなのをよく見る光景では。よく見るね。本当にどのシーンでも強
強いのがいいよね。攻めてもよし、いいね、守っててもよし、リテイクでもよし、解除妨害でもよしと。解除妨害でもよし。第2位ここまで発表されましたがどうすか、はい、まあ1位なんだろうな、わかんねえな。ちょっと難しいっすよね。最近てかちょっと前に出てきた足の速いキャラ、青いやつか。そう、青いやつの可能性もあるし、あるかな。日本代表のキャラ、青いやつね。青いやつ、どっちも青いやつなのがちょっとあれなんですけど、それでは第1位の発表いきますか。はい、せーの、ヌルコマンド。はい、最強っすこのウルトは。もうなんかずるいこの人は。使うだけでさ、なんか片方だけ違うゲームになんだわ。多分俺ら扱ってんのがバイパーとかチェンバーだからなのも関係してるかもしれないけど、クラと割る本当に。自分が守ってる方向にそれ来たらもうマジでもうなくも本当に。もうポイントかき集めてね、本当にブリーチよりかな。ブリーチよりポイントかき集めてひたすら打ちまくってたい。もうこれはなんだろうな、一生ナーフされないのであれば割とずっと1位を取ってもおかしくないんじゃないかってぐらい。そうだよね。もう2位以下は本当に強いウルトがいっぱいあって順番違くても全然わかるっていう感じなんだけど、ヌルコマンドは1位だよねって、これはもう本当に文句なしの1位。倒したと思ったら生き返るしな。そう起き上がるし、しかもその起き上がるまでの体力もめっちゃ高いし、何なんだろうなあれ、全然100ぐらいでもいいんだけどな。しかも情報取れるしね、倒れてる間、視野で来てるとか全部わかるでしょ。全てが強い、ということでトップ10が出揃いましたが、逆に、じゃあここまで出して最弱ウルトは何ぞやと。こんなに最弱ウルトか、やっぱなんか大体バランスいいよね、やっぱりね。そうですね、どれも強いみたいな感じなんですけど、あれは弱いかな。あれ青いあいつのあれはちょっと、青いあいつのもしかしたらあれですか、某日本代表某私たちの代表のディメンショナルドリフトということになりますか。ちょっとねなんかウルト解除の時間伸びちゃったのが結構激痛で、前まで他のスキルと合わせてエントリーして、スタンクル合わせて解除して倒すみたいな平気でできたんだけど、今はもう長すぎちゃって。そうっすね、結構見つけてスタンさせて解除して殴るみたいな、それが今はできなくなっちゃってね。できないってことでもないかもしれないけど、すごい対応しやすくなっちゃって、索敵スキルみたいになっちゃって。なるほど。あとなんかウルト中の自分の姿とか見られなくなったんだよね、多分ね。なんか青いモヤモヤが出るだけで、だからウルト使って相手の目の前でなんかウニウニして邪魔するのもできなくなっちゃった一応まだなんかそんなにこれも研究進んでなくて、ひょっとしたらもっと強い使い方はあるのかもしれないとは思ってます。確かにトップ10に入る可能性ありますかね。トップ10は無理だねということで現環境の最強アルティメットトップ10をそれぞれ発表していきました。皆さんの意見もぜひぜひコメント欄で教えていただけたら幸いです。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。さようなら。